ビクトリア3。100歳の大往生で将軍様がお亡くなりになるも国内開発を進め躍進する我らが幕府。そんな幕府に黒船襲来、来たのはなんとオーストリア。開国の上に九州をよこせとの暴挙、許すまじ、返り討ちじゃあ。オーストリアの目的は開国と九州の征服、こちらは賠償金を払わせるのが現在の目標。戦争目標を追加すれば幕府を認識させ、我らを非承認国でないと認めさせることもできるみたい。これで勝てれば列強入りできるってことか？でも和平がこじれるかと思ってこの時は追加せず、生き残るのに必死。ちょいちょい軍拡をしたとはいえ正直勝てる相手じゃない。ここは他国に土下座して参戦をお願いしましょ。列強2位のイギリスシャン、お助け願い候。余ってる外交ポイントもったいないの精神で、適当に友好関係結んだイギリスの態度が主語になっとる。そんなわけでよくわからない義務が生じるみたいだけど、イギリスシャンに恩義を申し出ました。そして戦火に巻き込まれんとする中、武器庫の近代化のイベントが発生。ちょんまげの侍は火縄銃をライフルに持ち替えた。オーストリアがしれっと日本と友好的だったイタリアの港も追加でよこせと条件を追加。ブチギレたイタリア、幕府勢に参戦じゃあ。こうして極東の島国をちょっと小づくだけの戦いは、世界の列強を巻き込む大戦へと発展した。戦線は欧州、いざ出陣。って護衛戦が足りぬ。さすがに海軍なしで地中海までは泳げないか。すまぬ友軍よ。極東から勝利を祈願しております。我らにできることなし。とりあえず本土防衛に専念ってことで装備の強化でも。と思ったらここで鉄道も製法が変えられることに気づく。鋼鉄使って輸送量が増えるのか、鋼鉄の需要が増えるから鉄鋼量が伸びそうだな。さて攻め込むこともできないし、市場の価格でも見て内製しますか。戦時中なのに平常運転。しかし外国から攻められたことでこのままの幕府じゃダメかなとふと思い、政府を改革、小ブルジョアを排除して実用化を幕政に加えることにしました。実用化が加わることで教育システムの法制定が可能に、公共学校を審議することにしました。長年変わらなかった幕府の方が久々に変わるぜ。まあぶっちゃけ法律の存在を忘れてただけなんだけどね。おい。すでに幕府の影響力が 15% しかないから、幕府を外せば維新達成も楽勝だよ。やらないけど。お前ほんと征夷大将軍好きだな。幕府は平常運転だけど欧州では血を血で洗う大激戦。盟友イタリアイギリスが奮戦してるぜ。イタリアー、考え日本は祈りを捧げることしかできません。無事勝利。局地的には勝利は収められてるけど、戦力は似たような感じだな。イギリスが戦闘で敗北する中、無事公共学校の法案が可決。確率 17% が一発可決のミラクル。開戦から約1年、戦闘支持率は我が方が圧倒。敗戦理由が増えると戦闘支持率が下がってく感じか。疲労や制圧されている地区や急進派の存在とかで、どんどん敗戦理由が高くなってくみたい。遠く離れた日本は無傷、勝利は目前だぜ。翌月のんびりバナナ農園作ろうとしてたら敵方のバイエルンが降伏。バック緊張感なさすぎん。いや兵の動員しかしてないし、お金もったいないからむしろ動員しなくてもよかったよ。確かに今80キロくらい赤字出ちゃってるな。戦争、それは大量消費。そしてバイエルンの降伏後2ヶ月が経ち、オーストリアから和平提案。賠償金を支払ってくれるとのことなので、和平提案を受託。結局幕府は何もせんかったな。開戦時にイギリスに華麗に土下座したよ。おい。日本市場の開放だけ取り下げて、交易開放するかは好みによってはありだったかも。お前鎖国にもこだわってたんか。開国はせん、絶対にだ。謎のこだわり。さーて、いただいた賠償金はいかほどって画面突き抜けるほどだー。落ち着けグラフがバグってるだけだ。賠償金はオーストリアの税収の10分の1、こちらを5年間支払い続けてもらいます。さすが列強3位からもぎ取った賠償金、これで一気に財政が潤うぜ。てか我が国ランク13位で、非承認国だけど維新は8位であります。戦争目標に日本幕府の認識入れてれば、ここで世界の列強にも入れてたかもな。ビビらず入れときゃよかったよ。後の祭り。GDP は6位だしこの調子でもっと日本を開発して躍進させましょ。賠償金もあるし一気に開発が進みそうだぜ。まずは建設センターをアホほど建てて、建設スピードをアップじゃあ。予算は賠償金でご利用し。建設センターの建てすぎで鉄の需要が増えた。お仕事が増えたね。やったね。
建設スピードは従来の2倍以上、急いで鉄鉱山を建設するのだ。急に鉱山増やしたら爆薬が足りなくなるぞ。そしたら化学プラントを建てまし。次は硫黄が足りなくなる。じゃその次は硫黄鉱山。何かを増やすと何かが足りなくなるの繰り返しだぜ。鎖国してるから全部自国で補わなきゃ。だな。研究してた鉄筋コンクリートがアンロック。建設センターさらに 15% パワーアップ。ある程度建築も安定してきたので海軍基地を建設。前回の戦いでは海軍なくて何もできなかったもんな。さすがに学習した。だろうよ。忘れがちな製法を見直し中。一気にやると色々足りなくなるけど、後回しにするとそのまま忘れちまうな。でも生産量上がるの多いしなるべく導入せねば。だな。ハワイから防衛協定のお誘い。お前兵力ゼロやん。帰れー。なめ腐っておるな。海軍作ったけど提督雇い忘れてた。名ばかり提督がいたけどいつの間にか消えたな。候補は伊藤平八郎と東郷正武、東郷平八郎のパチモン。じゃ適当に伊藤さんで。パチモン、ゲットだぜー。念のため一人空いた候補枠を確認したら、東郷平八郎来たー。大日本帝国海軍元帥海軍大将、めちゃ強いじゃないの。攻撃力プラス 45% だと。即採用、昇進決定。こりゃ世界に通用する海軍になりそうだぜ。電力確保のため一部施設を水力発電から石炭に切り替え中。これは石炭の消費量がヤバそうだ。まあ国内の石炭掘り尽くしたらその時どうするか考えましょ。場当たり的な開発で後で困りそうだな。ゴムのすねりの研究が完了。だが日本にゴムの木はない。東南アジアあたりに生えてるイメージあるよな。鎖国で交易できないし場合によっては戦争かな？暴力で解決。こっそりやってた民間健康保険制度がなかなか制定できない。そして征夷大将軍政治的プロセスに介入。ちょんまげの将軍が保険制度を語る不思議な世界。GDP、ぐぐっと上がって5位に上昇。アメリカ超えだぜ。江戸バブル。各地に大学も建てて研究速度の上昇を図る。お侍に学歴社会の波が。刀を筆に持ち替えよ。研究してた兵路法がアンロック。製鉄工場に新たな製法が増えた。気がついたら GDP は4位に。お、民間健康保険も制定完了。立派な先進国になってきたな。でもこれ 0% しか効果ないの？それは無意味なんじゃね？とりあえず実用化のご機嫌は取れたのでよしとしましょ。適当だな。じゃあお次は干渉主義、投資プールの出資度が上がるみたい。さらに建設がはかどりそうだな。そしてオーストリアとの終戦から5年が経ち、賠償金の支払いが終わり江戸バブル終了。オーストリアにはまだ届かぬが、GDP は世界3位まで上り詰めたぜ。ちょうど史実では日清戦争の頃なので、清と戦おうと思ったけどまだ太平天国と内戦中。ちょっと早いけど日露戦争しちゃうと思ったら、すでにロシアは隠したしかも列強ですらなくなってた。グダグダだな。ちなみに幕府が非承認国を脱却するには、列強から外交プレイで承認を得ないとダメ。ロシアが列強落ちしてなければ、ちょっとこづいて幕府列強入りできたのに面倒なことになったな。そんなわけで列強となるべく手頃な相手を探すも勝てそうにない。先の大戦でオーストリアに認識の強要しときゃよかった。安定のやらかし。他国は戦艦100とかあるけど、我が国7しかない。当分は内需拡大して収入増やして、その後海軍の強化になりそうだな。ここはぐっと我慢して至福の時でござる。だな。干渉主義の法案、反対派の謀反で成功率 15% ダウン。成功率が 0.5% になっちまった。こりゃ無理だ、一旦取り下げましょ。なお、取り下げると120日間、再度審議ができなくなる模様。あ、キニーネがアンロック。マラリアの発生する地域にも植民地が設立できるようになったぜ。そんなわけでパプアニューギニアを植民地化開始。オーストラリアのちょい北か、マリンスポーツとか楽しめそうだな。オーストリアからの賠償金が止まり早2年、そろそろ国庫が空になりそう。増税するなりしてなんとかしないとだぜ。泣く泣く建設センターの一部を縮小。施設の縮小は解雇された人が急進派になったりするから、あんまりやりたくないんだよな。まだ足りてないので公務員と軍の給料をちょい減らし、土地ベースの税金もワンランク上げましょ。これでギリ持ち直せるかな？経済自体は成長してるから、収入増えたら元に戻してあげましょ。だな。では GDP が200メガ超えたけどバブル終了したところで今回はここまで。面白かった、続きが見たいと思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。
棚からぼたもちの賠償金で急成長した幕府。しかし世界情勢の変動により列強入りが困難に。果たして幕府は世界の列強に名を連ねることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。